はい、またお願いします。今日もね、面白い話しますね。面白いというか、一番大事なところ、トップからいきますとね、こういうご質問があるの。愛は無条件。よく聞かれますね。愛は無条件って言って。で、愛は無条件ってこう言葉はあるんだけど、皆さん多分ピンとこないんじゃないでしょうかね。で、私は、江戸分師ね、とにかく65年もやってますからね、これよくわかるんですよ。愛って無条件。何かというと、愛って何かっていうとね、どんな感じかななんです。どんな感じかな。文章で書くときは、どんな感じかな、点々点で書くんですけどね、愛って全てですね。存在そのものです。でも、私たちは存在を感じるときに、どうしても肉体を通して感じるという選択をしている。感じるっていうのもそうですね。肉体なかったら感じるっていうか、すぐ何でもわかるということになるんでしょうね。肉体があるもんですから、肉体を通して感じるということですね。はい、肉体がなかったら愛って無条件。当たり前。世の中は全部愛でしかできてないからですよね。肉体持ったら途端に時間と空間と、忍耐という言葉を使うんですけども、忍耐の制限を受けるわけですね。ですから、もう一言で言うと、その忍耐が実は愛と言えるんです、ここからね。ケイシのリーディングはちゃんとそう言ってますね。で、その忍耐って何かとこういうことですよ。愛は無条件。忍耐って何かというと、忍耐。いいことばっかりじゃない。いいことばっかり起きたら忍耐必要ないんだけど、嫌なことが起きるんで、あるいは健康で元気で生きていくっていうのは大変なことですよね。で、赤ちゃんとして生まれて大きくなる、大変。今度大きくなって人々のお役に立つ、これまた大変。それから今度はだんだん体力が落ちてきて、能力が落ちてきて、やがて死を迎える。これまた大変だけれどもね、これ全部愛の行為かな。申し上げた。どんな感じかなですよ。生まれた時は肉体ってどんな感じかな。ね、人々のお役に立つってどんな感じかな。やがて衰えていくってどんな感じかな。これ全部愛かな。で、無条件というのはね、実はどんな感じかなっていう感じは、とっても簡単なことなんですね。たった今もやってご覧に入れたんですけれども、例えば腰痛がね、ありますよという方がいて、それで腰痛の場所さえ聞けばいいんです。で、腰痛の場所、例えばここです、ここですって言ったら、そうですか。で、私はその腰痛のことを忘れちゃえばいい。で、お茶ね、ついでいただいたんで、お茶を飲ませていただきますけれども、いいですか？これが愛ですね。これで、お茶あったかい。俺、あったかいな。これがどんな感じかななんです。超簡単って言ってますよ、この健康法。これあったかいな。なんてあったかいの。そのあったかい感じを、暑いんじゃない。あったかいっていう感じをね、全身で感じるの。これが愛かな。そして、こういう感じ方があるんだと思う。こういう感じ方があるんだと思う。でもね、面白いことに愛って胸の上で感じるのが一番簡単なんですね。胸の前で。ですからほら、ここ置きましたね。あったかいな、このお茶。私が入れたの。あったかいよ。はい、取れたんですよ。腰痛、ちょっとした腰痛ぐらい、疲れから来た腰痛ぐらい出したら即座に取れます。これが愛は無条件だよね。それで今腰痛の話しましたね。で、赤ちゃんが腰痛なんて言わないと思うんですけれども、皆さんある年齢を超えてくるとね、腰痛、膝痛、関節痛、もういろいろありますね。痛みが出てくる。私に言わせると面白いねです。私痛みないんです。これがね、実にまた簡単なことなんですけれどもね、面白がるというやり方をするかな。面白がる。面白がるっていうのはね、生きてるの面白いね。
いろんな人がいる。面白いね。地球があって、宇宙があって、面白いね。嫌なこといっぱい起きる。これは全部面白いね。先ほど言いましたね。これ愛ですね。それを面白いと感じるというんですね。で、面白いと感じるのに肉体を持ってるので、いろんな感じ方がある。面白いなっていろんな感じ方がある。で、これも話がね、私の話ってすぐ夜が来るから、なかなか大変なんでね、よく言われるの。おへそでお茶沸かす。面白いね。おへそでお茶沸かす。これ言葉のあやですよね。おへそがあったかいね。これは感じるの面白いねですよ。それからこれよく言って申し上げてる。何度も言う。ここの胸椎の2番。ここをあったかいねと感じればいい。嫌なこと起きた時にね、胸椎の2番あったかいねと感じればいい。これこうやってね、胸のところにあってあったかいな。で見て、ほら私が見てね、ほらあったかいなっていう時に胸椎の2番動いてない。こうやってこうですよ。逆なこと言う。あったかいな、あったかいな。これ感じてないんだよ。言葉はね始まりなんだけど、言葉はね同時に体を動作というんです。動作が動かないと効果がないんです。もちろん1+1 は2です。これは動かなくていいですよ。でもね、そのね働かせるためには、愛を表現するためにはね、あったかいなですね。で私がこういつも申し上げるんですけど、健康法の中でね、女性も多いんですよ。でも男性が特に多いんだけれども、腰痛あるいは膝痛あるいは足の痛み、これね実は全部こっから来てるんですね。ここ年を取ってくると背が小さくなってくる、脊柱が縮んでくるんですね、だんだん。そうするとね、男性が特に早いんですけれども、40代から始まってますからね、私は見てる限りでは。これ肋骨があって骨盤が狭いから、この間が縮んでくるんですよ。そうするとここに私見て、ほら指が入る、指が入る。でもね、ある年齢になるとここ指が入んなくなる。それでね、こう縮んでくるもんだから、脊柱管狭窄症とか椎間板ヘルニアとか座骨神経痛を起こすんです。で男性が多い。よくこうして歩いてる男性いません？だいたい40、50、60になるとこうやってね、こう縮んでるから、本人は知らないんです。で女性もそうなんだけれども、幸いにして女性は骨盤が広いもんだから、骨盤の中に肋骨が入っててくれるの。だから女性はね、こういうおばあちゃん、こんな格好でこうやってよく昔いた、今いないけど、歩いてるおばあちゃんいた。あれ男性は見たことないでしょ。できない。ここくっついちゃうから、とてもこうならない。私実は男性なんだけど86になったけどこうなるよね。開いてるから。直すのうんと簡単。日常の動作で直せるんですね。例えばこれタオルわざわざ置いたんですね。今もそうですね。私タオルを取るときに肘を上げないで取ってる。で肘を上げないで取ってる。でこれタオル今振ってみせるんだけれども、タオル振るときもそうですね。よく取れてますよね。ほらこうやって振るの。こうやって振るの。肘の位置変えない。肘の位置変えない。後頭骨の位置変えない。いつも言ってますよ。だからもう一つ、おへその位置変えないんだよね。だからもう見て、おへそのとこじゃなくてもいいんだけど、おへそのとこでこう振ってるということだね。それで日常の動作全部それでやればいいかな。だからさらに何度も申し上げてるね。何度も申し上げてる。これウィチェーデルでもスムーズでも結構ですけど、これひょんなところでつけるとね、老化現象を起こさない。これしょっちゅうここへつけていけばいいかな。私たちのエネルギー、何度も申し上げてますよ。鼻椎からここの間すごい勢いでこう上下してるんですね。そこを
これウィッチエーデル何言ってるけど、ネイティブアメリカン、昔アメリカンインディアンって言いましたね。何千年もの間これ使って健康になってたんですよ。だから人生の記憶の中にこれを体につけると健康になるという、もうインプットされてる。これスムーズ、これもそうですね。スムーズ、これも同じです。ちょっとこうつければいいかな。今この後でまたコロナウイルスの話をするんだけれど、これもそうですよね。こうやってつけてたら実はすごいパワーが上下するんでね。そしてさらに言うと、その上下する時にこの胸腺っていうところを通ってくるんですよね。ものすごいパワーが、このくらいの太さのエネルギー決まってないんですよ。この、太さのエネルギーの間すごいパワーアップしたことになるんですね。ですから風邪ひかないということは、コロナウイルスの影響を受けないということは、もう一つ言える。ここに胸腺というね、外からいろんなね菌が入ってきた時に、ウイルスが入ってきた時に抵抗する、ね、抗体を作っているところがあるんですけどね、そこが活性化するんですよ。ですからこのパッとこうつけることによってすごいエネルギーがこのくらいの太さで決まってないんですよ。体全部を健康にしますと、こんな感じなんですね。さらに言うと、この本をこうして当ててもいいですよ。何度も言いましたね。何度も言いました。でもやったら面白いよ。ほんとやったら勝ちだね。